皆さんこんにちは。今回はスペイン領のカナリア諸島のランサローテ島で過ごした休暇の動画です。ベルリンから飛行機で約5時間です。カナリア諸島はモロッコの南に位置し、北緯29度にあります。日本では奄美大島がほぼ同じくらいの緯度です。そしてカナリア諸島は7つの島からなります。ヨーロッパ各地から多くの観光客が訪れる大人気のリゾートアイランドです。私が訪れたランサローテ島は北東にあります。さて、ランサローテ島ですが、南の海岸線にはリゾートエリアが点在し、内陸部にはブドウ畑がたくさんあり、ワイナリーがいくつかあります。そして火山もいくつかあるんですよ。ランサローテ島の休暇の動画は3回に分けています。今回の動画は海岸線西部のリゾートエリアへのサイクリングと、私たちが13泊した個性的な内装の宿泊先を紹介します。そしてランサローテ3回目の動画はブドウ畑とワイナリー、サボテン公園、北部の展望台、庭が素敵な2軒目の宿泊先の様子の予定です。動画が長いのでスキップできるようにしていますので、必要な方は概要欄にまとめた項目の時間のところをタップしてスキップしてください。ちなみに1回目の動画はランサローテ島の成長素材地のアレシーフェの街の様子と、海岸線を東のリゾートエリアへサイクリングをした時の動画です。こちらも合わせてご覧いただけると嬉しいです。はい、これが今回のサイクリングコースです。S のスタート地点から G のゴール地点までビーチリゾートエリアがたくさんあります。ピンクの小さい丸のところです。海岸線約 15.5 キロにわたって遊歩道、自転車道が整備されています。破線で囲ったランサローテ空港までのところを拡大します。ここには5つのビーチがあります。この部分を3つに分けて初めの部分を拡大します。スタート地点はアレシーフェの湾です。海岸沿いを走り、歴史博物館を眺めて公園を通り、高層ホテルの前を通ります。それではご覧ください。歴史博物館です。もともとは小さな島に築かれた要塞です。1587年にこの要塞にお城が建設されました。小島と市街地を結ぶ橋は18世紀に建設されたそうです。私のチャンネルのアイコンでもあるモグラのモグも連れてきました。スペイン国立通信教育大学です。以前は国営のホテルだったそうです。中には自習室、パソコン、グループ学習室、図書館があるそうです。政府の外国人局です。11月上旬なんですが、クリスマスのイルミネーションの準備がされていました。3のレドクトビーチです。
前中だからか人は少なめですね。日差しは十分暑いけど湿気が少ないのでカラッとしています。ここにもクリスマスのイルミネーションがありました。常夏なのに普通のサンタクロースのいでたちはちょっと意外。クリスマスにラクダのイルミネーションはご当地ならではですね。この島でラクダに乗るアクティビティがあるんですよ。ビーチの周辺には小さな商店があって、ビーチグッズや飲み物、お土産物などを買うことができます。Darling bicycle is here. 4の地点から2と3を眺めます。モグもビーチチェアでまったり。ビーチだけじゃなくて山々の景色も楽しめます。5の住宅街と2つのビーチを通ります。東方面へサイクリングをした時に、夫が日焼け止めを塗るのを忘れてしまって、首の後ろが真っ赤になってしまったんです。だからタオルで首の後ろを保護しています。地元の人が住んでいるのか別荘なのか分かりませんが、素敵な住宅街です。6番のカブレビーチです。そして7番のコンチャビーチです。家の外壁が白で統一されていて綺麗ですね。干潮の時に水郷ができてて素晴らしい自然の演出です。9番のオンダビーチです。別の日の同じ場所なんですが、ウィンドサーフィンやカイトサーフィンをしていました。建物がなんだかアラブっぽいですね。ちょっと休憩しています。そしてオンダビーチから少し内陸部に入った住宅街はこんな雰囲気です。
住宅の壁を白く塗るのは条例で決まっているのかな。それとも白は断熱効果があるからみんなそうしてるのかな。バルコニーが広くていいなあ。軽食店やお店、レストランがあります。10のマタゴルダビーチの空港付近で旅客機と空軍機の離着陸を見ます。ユニークな自転車ですよ。ちょっと驚いたのは、ひっきりなしに多くの旅客機が離着陸していました。そして空軍機の離陸です。実際の音は爆音で、さらに体が芯から震えるような感覚もあったんですよ。スマホで撮影したんですが、自動で音が小さくなっていました。はい、次はさらに西の破線部の部分を拡大します。西にはまたまた5つのビーチリゾートがあります。西へ行くほどリゾートの規模が大きくなります。そしてこの部分を拡大します。11から13のビーチと3つのホテル、ミニゴルフ付近を通ります。では11のビーチからどうぞ。乗り物のレンタルショップです。お年寄りや足に障害がある方も楽しめますよ。小さなお子さんとも一緒にサイクリングできますね。そして奥にはショッピングセンターがありました。シエスタタイムだったのか閑散としています。撮影していなかったんですが、日本料理店もありました。お手洗いはこちらの掲示を見て進んでいます。お手洗いはどこかな？ここかな？結局お手洗いは見つけられませんでした。中華料理店もありましたよ。
12と13のビーチです。海岸線にリゾートエリアが点在していて、そのリゾートエリアの道端にはこのようにたくさんのお店やレストランが立ち並びます。表現が違うかもしれないんですが、ハワイのワイキキビーチがここにも、またここにも、またまたここにもあるという感じかな。ワイキキほど名だたるブランドショップはなかったんですけどね。ランサローテ1回目の動画でもお伝えしましたが、毎日1隻の巨大なクルーズ船が入れ替わり入港していて、ひっきりなしに旅客機の離発着を見て心底驚いたんです。私の想像を超える観光客が訪れていて、さらに想像を超えるキャパシティがあるリゾートアイランドなんだなぁと思いました。ランサローテ島の面積は850平方キロメートルです。ランサローテ島よりも少し小さいのは日本の淡路島とスペインのイビサ島です。面積は約580平方キロメートルです。ちなみにワイキキビーチがあるハワイのオアフ島は大きくて、ランサローテ島の2つ分弱の大きさです。東側と西側をサイクリングしてみて、点在するビーチリゾートの雰囲気の違いや、いくつかの宿泊施設の種類を見ることができました。私の夫は典型的な大きなリゾートホテルは好きじゃないので、Airbnb で住宅を選びました。その様子は動画の後半でご案内しますので、最後までぜひご覧ください。ここはアパートメントホテルです。ご存知だと思いますが、キッチンがあるので料理が好きな方や、節約したい方、アレルギーがあるから自炊したい方はアパートメントホテルがいいですよね。ミニゴルフ付近です。素敵な住宅だな。ここはビラで、庭にはプールがあり、ラグジュアリーな宿泊施設です。さらに西へ進んで、ミニゴルフから14のビーチまでは繁華街で人通りが多くて撮影を控えました。では14と15のビーチです。西へ進むにつれてさらに街が賑やかになってきました。賑やかなリゾートが好きな方はこの辺りがいいかも。静かでゆっくりしたい方はここまでか、1回目の動画で紹介した東側がいいかもね。左側に見えるヤシの葉のパラソルがいい感じ。
通りのお店も洗練されてきて、おしゃれな衣料品店やジュエリー、メゼ店もありましたよ。私も休憩中に目の保養に素敵な商品を見てエネルギーを充填しました。不思議なもので、たまに素敵な商品を見ると元気が出ます。ドーパミンが出るのかな。ウォータースポーツのアクティビティもいろいろあって楽しそう。ここには13泊しました。どうですか？個性的な内装でしょ？オーナーさんはインテリアデザイナーなんです。ドイツ人ですが、ランサローテ島とドイツで活動されているそうです。奥は別棟の宿泊施設です。中庭があるのがいいですね。きつい日差しがあまり入らないような設計になっています。イミテーションのプラスチックの植物かと思ったら本物でした。夜にはね、綺麗な星空が見えましたよ。夫はこの植物を見るのが初めてで、切って観察していました。ところで入り口は奥の棟の宿泊者と共用になっています。ベッドルームも個性的なんです。壁にはこの島ならではの溶岩の石っていうのかなが使われています。奥に進むとキッチンです。緑色の冷蔵庫を合わせる発想が面白いんですね。私なら無難にグレーか茶色を選びそうかな。キッチンからの眺めです。バスルームはこんな感じです。天井が高くて、しかも湿気がこもらないように穴が開いています。宿泊先の周辺の地図です。A が宿泊先で、その北にスーパーマーケットがあります。歩いてだいたい10分ぐらいでした。ハムの原木が大量に売られていてびっくりです。スペインならではですね、多分。そして鮮魚コーナーを見て日本を思い出しました。ドイツでも小さな鮮魚コーナーがあるスーパーもありますが、こんなに種類の多い海産物を見て胸が高まりました。鱗と内臓を取ってくれています。お願いすれば半身にしたり頭も落としてくれるようですよ。マテ貝とエビを使って料理をします。実は私はマテ貝を料理をするのは初めてで、夫はマテ貝を食べるのは初めてなんです。マテ貝の砂抜きは塩水に1日ぐらいつけておくそうなんですが、1日待てなくてね、4時間ぐらいしかつけてなかったので、ちょっとジャリジャリしていました。
ドイツでは私たちは稀にしか魚を食べないので、夫はこの島にいる間は毎日魚介類を食べると決めていました。洋風に適応させた私の創作料理です。イワシです。日本人だったら1人 2,3 尾のイメージなんですが、夫は初めてボンゴレビアンコを食べましたよ。乾杯。トマトソースの隠し味にこの島で買ったこれを入れて、これも入れました。エビとイカのバター炒めをトマトソースでいただきます。ひよこ豆のサラダはほぼ毎日食べました。プロスト。Prost. ぴょん。乾杯。エビのビスクパスタも作りました。ブロッコリー入りです。魚介類が美味しくてワインを飲みすぎた時は、中庭で夜空を見ながら私の大好きなジャズに合わせて夫とチークダンスを踊ったりしました。ラグジュアリーなリゾートホテルじゃないし、毎夜毎夜私の手料理で全然キラキラしてないんですが、とっても良い思い出になりました。次回の動画はランサローテ島のブドウ畑と絶景な北の展望台と庭の雰囲気がいい2軒目の宿泊先の予定です。今回も最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。